株式会社スマレジ2022年4月期第3四半期の決算説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。ではまずスピーカーを紹介します。代表の山本です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今回も私と副社長の湊でお話を進めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。湊です。よろしくお願いいたします。まずは決算概要の方からの説明となります。今回ですね、今回から、連結決算になっておりますが、注意事項がございまして、連結がですね、貸借対照表のみが連結になっています。で、PL に関しましては、第4クォーターから売上を計上していくことになっておりますので、この第3四半期の結果は、ロイヤルゲート社の業績は入っておりませんので、ご注意いただければと思います。以降、スライドの資料に関しては全てこの表記になっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず、新型コロナウイルスによる影響についてということで、前回もお話ししたんですけれども、毎回お話ししてるんですけれども、この左側のグラフが取引数の影響と、スマレジを使ってくださっているお客様がどれだけレジを回したかというグラフになっております。12月がですね、繁忙期に当たるっていうのもありまして、少しピュンと上がってますが、1月は少し落ち着いていると。こちら、コロナの影響というよりも季節要因かなと思っております。で、年を重ねるごとに少しずつ、経済状況が回復しているというか、少しずつ、取引数が上がってきているかなというふうに見て取れると思います。右側のグラフが当社のスマレジの商談数になります。こちらもですね、かなり、最初の緊急事態宣言等の時はかなり落ち込んだ時期もありましたが、今はかなり回復しているというか、むしろ少しずつ成長しているフェーズに移っているかなというふうに思います。はい。続きまして、第3四半期のハイライトになります。簡単に読み上げますと、コロナ禍においても有料店舗数が堅調に増加しまして、売上高が昨年同期比で、プラス 26.2% の29億1000万円で着地しております。中期経営計画に基づく S&M 投資の増加によりまして、営業利益が、昨年比で、プラス 5.3% の6億2000万円、営業利益率が 21.3% で着地しております。3つ目がロイヤルゲート社の連結子会社化に伴いまして、負ののれんの発生益が1億6000万円出ております。特別利益として出ております。ARR が昨年同期比でプラス 28.8% の 24.7 億になっております。積極的な採用活動、またはロイヤルゲート社の M&A によりまして、従業員数がプラス 63.3% の増加となっております。ですか。次に、業績の方のハイライトになります。売上高が29億1900万円、営業利益が6億2200万円となっております。四半期の純利益が5億7600万円となっております。で、この表のですね、右から2番目の通期計画ですが、今連結で41億3500万円の着地を見込んでおります。営業利益が5億2300万円、経常利益が5億2400万円、で純利益が5億1100万円の着地を見込んでおります。続きまして貸借対照表です。こちらがですね、ロイヤルゲート社の BS も含めての結果となっております。こちら PL になります。こちらはスマレジ社単体となります。特別利益が入ってますね。入ってますが、単体の結果となっております。第3四半期の売上が9億9800万円となっております。前期比が第2クォーターが10億100万円となっておりますので、少しマイナスにはなっていますが、若干の季節変動要因もありますので、少し波打ちながら成長していくイメージかなと思っております。昨年の第3クォーターとの比較でいうと、プラス 19% ぐらい
になっております。はい、じゃあ次お願いします。続きまして、営業利益率の推移になります。売上高となります。昨年度はですね、一昨年度と昨年度は、コロナの影響で、ほぼ横ばいの売上となったんですけれども、今年度から成長路線に変更しております。で、今現時点で29億1900万円ということで、連結ですけれども41億の達成に向けて順調に推移しているというふうに見ております。営業利益率は若干下がっておりますが、広告宣伝費を今年はちょっと突っ込むということで、もっと営業利益率下がるかなというふうに見込んでおります。続きまして四半期になります。こちらは繰り返しになりますが、第3四半期が9億9800万円となっております。営業利益率は四半期ごとに低下しておりまして、第4クォーターもうちょっと広告宣伝費突っ込みますので、もうちょっと営業利益率下がるかなというふうに見込んでいます。続きまして売上高の内訳の推移になります。グラフの濃い青の方が月額利用料等ということで、サブスクリプション売上になります。こちら順調に積み上がっておりまして、薄い青の塗りの方が、初期費用といいますか機器販売、レジ周辺機器の販売の売上になっております。こちらは少し、下がっておりますが、ガイダンスというか、主要プリンター等の品薄が響き減収というふうに書かせてもらっておりますが、この辺どうでしょうかね。そうですね、半導体が不足していることが原因でエプソンとかスター精密の主要な、レシートプリンターの品薄は現在も続いております。ただ、スマレジはその他の会社さんのレシートプリンターに対応してたり、あとは在庫確保に早めに動いてたこともあり、新規ユーザーが獲得できなくなるような機械損失などは回避できているかなと思います。はい、ありがとうございます。次行きましょうか。ARR の推移になります。今で、ARR がこれが1月末時点で 24.7 億まで来ました。で目標がですね、今年度27億ですんで、最終クォーターで結構積み上げないといけないなという状況になっております。で、ARR を中期計画の最重要指標としておりますので、こちらはかなり重点的にいろんな施策を打っております。で、ARR の当社の構成要素が、スマレジの月額、それからタイムカードという、スマレジタイムカードっていう勤怠管理サービスの月額収益、それからアプリマーケットの収益、決済関連の収益、この4つに分類されます。で、こちらについてはですね、後半でまた中期計画の進捗のパートが出てきますんで、一つ一つについてまた解説したいと思います。次に進みます。販売費及び一般管理費の四半期推移です。今期は広告宣伝費の増加に伴い販管費が増加しております。はい、その広告宣伝費の四半期推移内訳になります。今回から広告宣伝費の内訳を掲載しております。一番下の青色のパートが、リード獲得で、使用した費用で、リード獲得というのがウェブでのリスティング広告であったりですとかアフィリエイト広告の費用になります。でその上の、薄い水色の、一番大きいところが、認知拡大で、使用した費用で主にテレビ CM やラジオなどが含まれます。で、グレーのその他なんですけども、こちらはブランディングですとか、アプリマーケットの広告で使用した費用になります。はい、次に従業員数の推移です。昨年度はですね、採用を全面的に止めたんですけど、コロナの影響で全面的に止めたんですけれども、今年度は全部署で積極的な採用を再開しています。で、加えまして子会社のメンバーが約40名増えてますんで、大幅な増員となっております。今後も積極的な採用活動を進めてまいります。
はい、次、登録店舗数と有料店舗数の四半期推移です。有料店舗数の方も、順調に推移しまして、第3クォーター終了時点で、22,931店舗となっております。はい、こちらがアクティブ店舗率の推移です。アクティブ店舗数が28,348店舗で、全体の 26.5% がアクティブの店舗となっております。アクティブの店舗の、判断条件なんですけども、当月に取引があるお客さん、店舗のみをアクティブとしてカウントしております。はい、続きまして解約率の、推移です。ここの解約率は、スマレジの月額費用の、月額費用ベースの MRR チャンレートを掲載しております。コロナ禍においても第3クォーターで、0.63% と低水準をキープしております。はい、次に客単価の推移です。顧客単価の推移。こちらで掲載している顧客単価は、スマレジの月額費用のみの顧客単価でして、タイムカードの、利用月額であったりですとか、決済手数料の方は含まれておりません。契約単位で 17,777 円。で1店舗あたりで言いますと、7,520 円の、安定した、顧客単価となっております。はい、続きまして中期経営計画の進捗のパートになります。再びこの ARR の目標を記載しております。27億円、今年度ですね、達成に向けた第4クォーターですが、いろんな施策を打って達成に向けて今取り組んでおります。先ほどもお話ししましたが、構成要素が4つあります。1つはスマレジの月額売上収益。もう1つがスマレジタイムカードという勤怠管理サービス。クロスセル商材ですね。こちらの月額の売上。それからスマレジのアプリマーケットの収益。4つ目が決済関連の収益と、この4つで構成されています。で、基本的にはスマレジの月額が大半を占めることになります。でスマレジの月額は第3四半期、12月の年末年始を挟みますので、なかなかお店をオープンする人がいないと。すでにオープンしているお店でいかにたくさん売り上げを上げるかっていうことに皆さん注力されますので、なかなかスマレジ社としては若干閑散期になる、季節ですから上がりにくい季節ではあります。で逆に第4クォーターが通常だと繁忙期になりますが、少し、オミクロン株の影響があると思いますが、季節変動要因が若干崩れているのもありますが、足元では少し問い合わせ増えてますので、一件一件丁寧に積み上げていきたいというふうに考えております。1つ目がスマレジの月額、それから2つ目がですね、スマレジタイムカードっていう、勤怠管理サービスの月額売上がありますが、こちらはですね、機能追加するとか、特にスマレジとスマレジタイムカードの顧客層が少し、分かれていましたので、それをなるべく寄せていくっていう施策を今やっております。こちらも着実に積み上がってはおります。3つ目がアプリマーケットの収益ですが、こちらはですね、売上で言うとすごくまだまだ小さいので、売上に対するインパクトっていうのはほとんどないんですけれども、開発のデベロッパーさんを中心に今しっかり盛り上げて、競合優位性を作っていこうということで、かなり注力しておりますが、金額へのインパクトっていうのはすごく小さいです。4つ目ですが、決済関連の収益ということで、こちらが収益の改善にかなり注力してきました。もともとスマレジペイメントというサービスをやっておりましたが、こちらの収益改善、つまり仕入れ条件の改善の交渉がうまくいきまして、新しいスマレジペイメントを提案していくという施策を取っております。加えて年末にロイヤルゲートという決済会社の M&A をしておりますので、こちらもプラスで取り組んでいくというのをやっております。
ですね。で、27億いかないんじゃないかというご指摘もたくさんいただいているんですけれども、第4四半期でまず、スマレジ社単体で27億達成に向けて最後まで取り組んでまいります。プラス加えて、ロイヤルゲート社のもともといた顧客、もともとの顧客の MRR を加算する予定になっていますので、それを加えて連結ベースでも27億を超えていくっていうことをこれから取り組んでいきたいと思います。また来年度以降の 36.7 億で再来年度の50億の達成に向けて今いろいろな施策を検討して今実施しようとしておりますので、なんとかしてなんとしてでも実現したいということで取り組んでおります。ちょっと長くなりましたが、ARR が以上になります。で、具体的な施策のところで2点、ピックアップしております。1つ目は広告宣伝費になります。こちらは主にスマレジの新規顧客獲得のために、広告宣伝費の内訳を今回から出してますけれども、認知拡大っていうところも含めて、すごく角度の高いリードだけではなくて、マス広告を結構多用して認知拡大に努めております。で、セールス&マーケティング費用が今年度6億9200万円の計画に対して今4億3900万円まで消化しております。で、後半に向けてだんだん厚くしていきますというのはアナウンスさせてもらってたんですけれども、第4クォーターでさらに消化する予定になっていますので、この6億9200万円をしっかり消化していくと、無駄に使うつもりはないですけれども、いろんなどんな広告、広告やったことがなかったので、どの広告がどの程度効果があるのかっていうのを試しながらいろんな施策をチャレンジしていきたいというふうに考えております。はい。で、次がですね、アプリマーケットの進捗です。こちらは売上に対してのインパクトというのはすごく小さいものの、競合他社さんにはない取り組みでして、また非常にお客様の満足度が高い取り組みになるというふうに考えておりますので、かなり力を入れて取り組んでいます。これ何かと言いますと、基本的なレジ機能っていうのはスマレジがカバーしているんですけれども、例えばクリーニング屋さんだったりとか、カラオケボックスだったりとか、いろんな店舗っていろんな業態がありますんで、その一つ一つの業態に対してすごく便利な機能を提供していくってなると、スマレジだけではなかなかカバーできないということで、API を開いてスマレジをプラットフォームとしていろんな業種業態のニッチな機能も含めて、いろんな業態の機能をパートナーの皆さんと一緒に作っていこうと、そういう取り組みになります。で、今ですね、パートナーさんが法人が493社、個人で257名の方の開発パートナーさんがいます。で、公開アプリ数が59個まで増えました。最初の目標は300個ぐらいまで、なんとか増やしたいなというふうに考えております。ということで、去年もやりましたが、今年もアプリコンテストっていうのを開催しております。対象賞金が1000万円で、今月末応募締め切りになりますが、たくさんご応募いただいて、便利な機能、アプリが増えるっていうのを期待しております。はい、こちらがかなり強い、同じ先ほど申しましたけれども、他社にはない、非常にユニークな特徴になってくるかなというふうに思っております。はい、以上となります。いきましょうか。はい。一つ目のご質問ですが、ロイヤルゲート社の PMI の進捗を教えてください。今後 ARR への影響はありますかというご質問いただいております。そうしましたら、ロイヤルゲート社の PMI を簡単に、皆さんいいですか？なかなか初めてのことなので、うまく進んでいないところもあるのと、あとはロイヤルゲート社もスマレジ社も、自社の事業も
並行しながらになるので、正直すごいいいペースで進めてるとは思えてないんですけども、着々と進んでいまして、でなるべく早く、ロイヤルゲートの、ペイゲート端末、決済をスマレジとしても売る、ロイヤルゲートとしてもスマレジを売るっていうのを早期に進めていけるように今準備している状態ですね。はい。で ARR の影響はありますね。あります。はい。かなりありますね。かなりあります。プラスの影響と考えておりますので。はい。一つ大きなのはロイヤルゲートさんはまず赤字をとにかく食い止めようとにかく1秒でも早く赤字を止めて、黒字体質の会社にしようっていうのを最初に宣言しまして、でそれスマレジとの組み合わせっていうのが一番商品力が強くなると思いますんで、なるべく早くスマレジとの連携を実現してセットで売るのが一番いいかなと思いますし、またはスマレジの今加盟店というかお客様っていうのがアクティブで約3万近くありますんで、そこでカード会社さんとの交渉力を持ってスマレジ社として交渉力を持って、いい条件で仕入れをさせてもらって、適正な値段で、競争力のある価格で販売していくというのをやろうとしております。で、それ赤字の部分でコストを削減するっていうところで言うと、なかなか最小人数でやってきていったので、彼らも最小人数でやってきたので、そこをさらに人員をカットするとか経費を削減するっていうのは少し難しいので、いかに売上を最大化していくかということを注力しようとしています。はい、次、たくさん質問、めちゃくちゃたくさん質問いただきましてありがとうございます。PMI の遅れの理由は何でしょうか。そこに対してどういった取り組みをされていますかというのをいただいております。一番はやはりなるべく早くシナジーを出して、でかつロイヤルゲートの赤字を、黒字化させたいので、そこを、メインに動いている感じですね。はい。あと大きなのは、子会社に任せっきりにするんじゃなくて、私と港も取締役に入って子会社の取締役に入りまして、経営会議と取締役会と経営会議もかなりこちら側で、グリップして推進しているっていうところがありますので、かなり時間がかかるけれども親会社と子会社を分離するんではなくて、かなりシームレスにやっていこうとしていますので、時間がかかっているというのが大きいかなと思います。はい、次行きましょうか。競争環境のさらなる激化がリスクだと感じますと。直近のプレイヤー動向をどう見ればよいでしょうかというところです。レジとかポスレジってすごく歴史が長くてですね、もともと既存プレイヤーさんもいらっしゃいましたし、僕たちみたいな新興のプレイヤーも登場しているということで、結構いろんなメーカーさんなりソフトウェア会社が入り乱れているような状況になります。ピラミッドの絵をよく当社で使ってるんですけれども、個人商店さん向けのレジと大規模な例えばユニクロさんとかのレジっていうのは明らかに求める要件が違うということで、小規模から中規模大規模と規模によって求めるレジが違うというのが一つあります。でスマレジがターゲットとしているというか、得意としているのが1、2店舗から40店舗ぐらいまでの中小規模の店舗さんが使いやすいような機能を用意していますので、ここが主戦場になります。でもう一つ業種業態でいうと、小売店と飲食店にかなり特化しているというふうになっていまして、そうすると小売飲食で中小規模のエリアでの競争となります。で例えばリクルートさんのエアレジとかがよく競合として名前が出てきますが、どちらかというと飲食寄りで、飲食とかビューティー寄り、美容室よりのかなりスマレジよりも少し小規模な部分がターゲットになっているのかなと思いますので、少しこのターゲット層が違うのではないかと思っています。あと、
一番ドストライクに競合になるのはユーセンさんのユーレジであったりとか、これは飲食の分野で競合になります。またはポスタスさんという会社がありますが、こちらが競合になったりします。それからもともとのプレイヤーとしての東芝テックさんがもちろん競合にはなります。この辺が競合になります。でたくさんプレイヤーいますけれども、業界をセグメント分けしたりとか、こういう分類をすると、競合プレイヤーというのが少し減ってきて、実は住み分けができているというのが大きな見方かなと思います。で特に小売店向けですが、飲食店だと結構競合たくさんいるんですけれども、小売店向けの商品の棚卸しであったりとか、在庫管理、発注仕入れ、そういったものができる、在庫管理がきちんとできるポスレジってなると、クラウド型で言うと実はあんまり競合っていうのがなくて、スマレジぐらいしかないんじゃないかという。合ってますかね？合ってますよねっていうふうに思ってますんで、小売店向けの部分っていうのはかなり力を入れてやっていきたいなというふうにも思っております。はい、次いきます。営業利益進捗118% ですが、第4四半期は営業赤字の計画ですか？ロイヤルゲートの赤字が原因か？その影響は来期以降いつまで続くのかというご質問をいただいております。営業利益の進捗が計画より、計画値をもう超えていますと。スマレジ単体で言うと、赤字というか営業利益が減る要因というのは、一つ広告宣伝費を最後もっと投下するっていう計画がありますんで、それで営業利益が減ります。でまた年度末で、決算賞与で少しまた減ります。もう一つ、その2つか、その2つで、販管費結構上がりますんで、毎年なんですけれども、第4クォーターで、予算消化ではないですけれども、結構販管費使いますので、スマレジ単体でも割と営業利益率は低下する予定になっています。で加えてロイヤルゲート社が月次で、まだ赤字の状態ですので、その分がまたマイナスになりますので、結構なマイナスになるかなと思います。でロイヤルゲート社の方は、2年以内に、なるべく最短ですけれども2年以内に黒字化を目指すという方針で今やっておりますので、来年度以降も少し、赤字のインパクトが少し、ずっと通年にわたって続くかなというふうに思っております。でスマレジの方は第4四半期で一旦、利益率下がるものの、次の来年度の第1四半期ではまた利益率少し戻るかなというふうに思っております。で大体1、2、3、4と年度が奥に経過するにつれて販管費を重くしていくっていう手法をこれまでも取ってきてますんで、第一四半期はまた販管費少し軽くなるかなというイメージです。はい、次いきます。コスト系で来年以降のコスト面、広告宣伝費のイメージを教えてくださいという質問をいただいております。これいきましょうか。そうです。来年度再来年度は、中期計画で今ざっくりと予算取りはしていますんで、そこを可能な範囲で、教えてもらえますか。はい、今期よりかはよりさらに広告宣伝費は投下していく計画ではあるんですけども、先ほど、お話ししましたように赤字になるほどの計画は特に今のところは立てていなくというぐらいのコスト感覚でございます。今年度よりも来年の方が予算はさらに上げますが、広告宣伝の予算を上げる、はいはい、利益は、下がらないようにしていくぐらいの感覚で、営業利益率が、結構下げるつもりだったんですね、もともと。そうですね。営業利益率がいつもは 22、3% 出てたんですけれども、昨年までは出てたんですけれども、はい、25% までいったんですけれども、昨年の 25.4 っていうのはコロナのマイナス影響を
意識して思いっきりコストカットしたんで逆に利益率がめっちゃ出たっていうのが去年なんですけれども、今年は本当は営業利益率 10% 台にまで下げようとしていましたので、もうちょっとこれからもうちょっと第4クォーターで下がるんで、10% 台になると思いますけれども、向こう3年はそれぐらいで推移させようという計画ですね。特に大きな M&A があるとやっぱりずれるんですけれども、単体ではそういうイメージでやろうとしています。はい、次いきますか。今期から積極化している認知獲得の広告宣伝の効果、反響、手応えなどを教えてください。また、リード獲得の広告宣伝が2級から増えていますが、獲得効率はどうでしょうか。競争は激化していますでしょうかというご質問です。ありがとうございます。そうですね、認知獲得の広告宣伝の効果で言いますと、首都圏向けに放送している CM ですとかは最初の方はあまり効果はなかったんですけども、多少効果が出てきたのかなという感じはあります。で、地方向けとかに出している、そうですね、沖縄とか九州の方に出しているテレビ CM の効果は結構すぐ反響があるようなイメージではあります。で、また通期のタイミングで認知度調査なども行っていきたいなと考えております。で、リード獲得の2級からの増加ですが、獲得効率はそうですね、やはり投下した分丸々増えるかというとそうではなく、効率でいくと少し下がるかなという、少しでは下がってはいます。はい、状態ですかね。競争は激化してますか？競争はあんまり気にならないですね。はい、ですね。競争でいうと、スマレジのポスシステムの方の競争っていうのはそんなに前と変わってないですけれども、今後その決済の部分で、ロイヤルゲート社のそのマルチペイメント端末っていうジャンルで見たときに、SMCC さんですかねの、ステラっていう端末であったりとか、あとその他なんとかペイっていうのがたくさんありますので、決済単体でいうと競争はかなり激しいのかなというふうに思ってますんで、価格勝負でいくと大きな大資本の企業さんにはスマレジ負けてしまいますんで、先ほどのアプリマーケットであったりとか、もしくはスマレジ自体のサービスの拡充を持って他社との競合優位性を持って決済も一緒にセットで販売していけたらなというふうに思っております。それから、広告でいうと、これ、毎回IR 面談を通じてですが、広告をバンと増やしたのですぐに効果あるんじゃないかっていうふうに見ていただけてるんですけども、なかなか数字が結びついてきませんねというご指摘をいただくんですけれども、商品の特性上、テレビ CM を見たからすぐ買いに行こうっていう商品でもないので、認知拡大を図りつつ、やっぱり結局は店舗さん、スマレジの顧客になり得る人が何か経営課題を持って何かポスレジを入れ替えないといけないとか、もしくは新店オープンするときに思い出していただくっていう、そのフックになるっていうアプローチにどうしてもなるので、その広告を厚くしたからすぐに効果が出るっていうことではないという商品なのかなとは思いますが、それでもやっぱり露出していかないと、その必要な時に機会を逃してしまいますんで、思い出してもらうために今後もその認知活動っていうのはやっていきたいなと思っています。ARR の目標に向けて積み上げるとのことでしたが、どのようなことに取り組むのかをお願いしますということで、スマレジの月額の積み上げと、タイムカードの積み上げ、それからアプリマーケットの積み上げ、それと決済収益の積み上げというこの4つに分解されます。で、どれも伸ばしていきたいとは思うんですけれども、数字のインパクトが一番大きいのはやっぱりスマレジの月額収益になります。どれぐらいでしょう、6割から7割ぐらいですかね。ちょっとすいません、ざっくりな回答になりましたけれども、一番大きい柱ではありますので、スマレジの客数と客単価を伸ばしたいというところです。で、客数は新規獲得ですから、先ほどから出てます広告宣伝費を厚くするっていうのが一番大きな施策かなと思います。
それから、昨日もプレスリリース出しましたが、渋谷に新しいショールームを設置しました。こういう、ショールームでの、接点の機会を増やす、またはオンラインでの接点を増やす、それから広告での接点を増やすと、それから各種展示会での露出も精力的に今増やしておりますので、そういった部分での認知、それから直接的なリード獲得にしっかりと予算を投下していくことで客数を増やすっていうのがまず一番大きなところかなと思います。で、客単価を上げることに関して言うと、こちらちょっとなかなか難しいところがありますと、単純に値上げするのかっていうと難しいですけれども、客単価で言うと、それが決済サービスをクロスセルしていくであったりとか、もしくはスマレジタイムカードみたいな商品を既存顧客にご紹介していくっていうこと、またはアプリマーケットで追加でアプリを購入していただくっていう、スマレジ本体以外の売上のところが客単価の向上になるかなと思います。で、その3つですが、タイムカードに関しては今度はスマート HR さんみたいな、そういう HR 系のサービスとのぶつかり合いになるところも一部ありますんで、まず機能性を拡充させると、それからスマレジのお客様にクロスセルするっていうのを強く意識して、スマレジと組み合わせることですごく便利になると。勤怠管理サービスとポスシステムを情報を連携させて、システム間連携させて、すごく便利なシステムに仕上げていくという、そういうスイート型のシステムっていうのを目指していくっていうのが正しい道なのかなと思っております。それから決済関連は、先ほどから何度もお話ししましたんで、再びになってしまいますけれども、もともとあったスマレジペイメント以外にも、そのロイヤルゲート社のリソースをうまく活用して、スマレジとの組み合わせで販売していくという、そういう取り組みをやっていこうとしております。で、アプリマーケットはこれも繰り返しになりますけれども、競合他社さんにはないユニークな特徴でありますし、販売パートナーさんも巻き込んだ大きなエコシステムになっていくことを期待しております。この4点で、この4点の施策で取り組んでいくという言い方になりました。これで50億を目指していきたいと思っております。今後決済手数料収入をいつまでにどれぐらいに増やすかなど、ロイヤルゲート買収に伴う数値目標があれば教えてくださいということで、数値目標がまだ固まってないですね。すみません、まだ固まっておりません。PMI に今は注力しておりまして、例えば商品を、もうちょっと魅力のあるものにするであったりとか、ブランドを統合するのかどうかであったりとか、もしくは従業員の問題であったりとか、従業員、労務とか管理体制の統合というか、スマレジ社との統合っていうところに今は力を入れていまして、新体制での販売目標、販売計画っていうのは今まだ作成途中になりますので、今ちょっとまだ開示できません。ただ、あと数ヶ月もすると新しい年度が始まりますので、新年度が始まりますので、それまでには来年度以降の販売計画、数値計画っていうのをしっかり固めて、また開示できるように、していきたいというふうに思っております。現時点ではすいません、まだ、出せておりません。もう一ついきましょう。途中参加です。ありがとうございます。2月の月次は良かったと思います。今後同水準が継続するのかに懸念がありますが、足元を教えてくださいと。そうですね。長い目で見たときに店舗数推移のグラフを作ると、月次で言うとかなり波があるんですけれども、波を打ちながらも少しずつ増加、右肩上がりの傾向ではあるっていうのは、これまでも今もそうです。で、コロナの影響も今はだいぶ薄くなってきてますんで、結構増加基調ではあるかなというふうに思っております。で、ただその季節変動要因があります。12月ぐらいがやっぱり年間で一番落ち込みますし、落ち込むというのは増えが鈍化しますし、3月が一番伸びたりっていうのは例年で言うとあるんですけれども、このコロナの影響で結構出店計画がずれたりとか
お客様の計画がかなり変わってたりしますんで、その辺がちょっと見えにくいっていうのが正直なところになります。はい、あとは、案件の規模で言うと、少しずつですけど大型案件が増えてきてるっていうのは今も変わらないんですよね。もうこの1年2年ぐらい少しずつ大型案件っていうのは50店舗以上とか、スマレジのメインターゲットってもともと40店舗から50店舗ぐらいまでにしてたんですけれども、それを超えるような店舗さんの案件っていうのもじわじわと増えてきていると。で50店舗以上の案件が入るとまたさらに単月での増加数っていうのがポンと跳ねたり減ったりとかしますんで、ちょっと難しいところですね。で IR の方で、月次での開示っていうのは今後も継続していきますし、あとノートでの解説も加えて毎月現場のね営業部の状況とかも含めて開示していきますんで、また見ていただけたらと思います。続きまして関連機器販売について、プリンター販売は代替機器により単価が落ちて数量はあまり落ちていない形でしょうか。これは皆さんいいですか。はい、そうですね。書いていただいている通り単価は、少し落ちたというか、はい、安いものになるので、はい、そういう単価は落ちてますけども、数量は実は全く落ちてないわけではなく、やはりそのエプソンのプリンターのこの機能が必要だからエプソンのプリンターが出るまで待つって言われるお客さんもいらっしゃいまして、そうなると導入時期がずれたりですとかそういうことは、ありますので、逆にでも単価が安いのでじゃあ導入しようというお客さんもゼロではないと思いますので、数量はそうですね確実に落ちたとは言えないですけど、そういう変化はあります。ここもちょっと見にくいですよね。ちょっとね。はい。はい。以上になります。当社では IR 情報をニュースレター等でもお知らせしております。月次店舗数など情報満載のレポートも配信しております。ぜひご購読をお願いいたします。前回に続きましてライブ配信でのお届けとなりました。まだまだ不慣れな点も多くて途中お見苦しい部分もあったことと思いますが、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。はい。では、もう終わりになりますが、現場の方がですね、すでに第4クォーターの中盤まで差し掛かっております。第4四半期は繁忙期になりますので、また年度末の業務っていうのもありますので、割と忙しく皆さん、活動しております。また来年度の計画の、を煮詰めていくっていう時期でもありますんで、一個一個丁寧にやっていきたい、仕事をしていきたいなと思っております。それから加えてロイヤルゲート社の PMI 今日お話ありましたけれども、こちらもありますので、こちらも丁寧に、かつ大胆に進めていきたいと思っております。まずあと第一四半期残ってますんで、今年度中にいろんな結果が出せるようにまた施策一つ一つ頑張ってまいりたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。